はい、どうも、こんにちは。いろいろな日本語の YouTube チャンネルのミロです。皆さん、今日もよろしくお願いします。ちょっと久しぶりですね、この漫画。そうですね、この鋼の錬金術師という漫画を今日、ちょっと読み続けたいとは思ってますけど、ちょっとだけ久しぶりですね。すみません。すみません。というわけで皆さん、このストーリー覚えていますかね？鋼の錬金術師のストーリーは、大体覚えていますかね？そう、ここの2人の主人公が、この人と話をしました。そう、じゃあ2人の主人公と、屋台、そのフードスタンドをやっている人、屋台の人と話をしました。で、話のトピックは、ラジオから流れてる宗教放送ですね。宗教の放送です。はい。そう。で、その放送のことをちょっと聞きましたね。ところで、この放送何？そう。で、屋台の人が、コーネロ様を知らんのかい？ちょっと驚いたんですね、この人。この屋台の人はちょっと、コーネロ様、聞いたことないの？知らないの？ちょっとびっくりしましたね。そう。で、ここでコーネロ様の説明しましたね。コーネロ教師様さ、太陽神レッドの代理人。皆さん、これ大丈夫ですか？覚えていますかね？教師様ってなんか宗教の王様って感じですね。宗教の一番偉い人のことです。で、そのコーネル様は、太陽神、太陽の神の代理人。代理人、つまり神の言葉を言う人ですね。神の言葉を伝える人。そう。で、この放送ですね。このラジオ放送は、やっぱりコーネロ教師様がやっているんですね。そう。で、ここも、この屋台に座っている人たちは、もうちょっとコーネロ様について話をします。奇跡の技のレト教、教師様だ。そう、コーネロ様のことですね。奇跡の技。これですね、奇跡ってミラクルのことですね。何か魔法的な出来事です。そう。で、技は、このコンテクストで、テクニックですね。能力とかテクニックとか。そう。じゃあ、奇跡の技のレト教、レト宗教の教師様だ。コーネロ様はですね。コーネロ様。OK。で、説明がちょっと続いています。読みましょう。もうちょっとズームインした方がいいかな。こんな感じ。皆さんすみません。クオリティはちょっとそんなに良くないんですけど、どうか一緒に頑張りましょうね。OK。というわけで、続けます。数年前にこの町に現れて、俺たちに神の道を説いてくださった素晴らしい方さ。これもコーネロ様のことですね。数年前にこの町に現れて、俺たちに神の道を説いてくださった。じゃあ説明してくれたということですね。私たちに、俺たちに説明してくれたと言っています。皆さん、これ、ちょっとトリッキーかもしれませんけど、てくださった、ここのベースはね、くださるという動詞ですね。くださる。くださるはなんかくれると同じ。そう。じゃあなんか私にあげるという意味ですね。でも、ここはなんかコーネロ様、何か偉い人の話をしているから、じゃあくれるんじゃなくてくださったんですね。偉い人ですから。偉い人で敬語を使うべき人なんですよね。そう。で、その、神の道を説明してくれた素晴らしい人のことですね。素晴らしい方と、説明しています。OK。で、次は、そりゃもうすごいのなんの。そうですね。なんかこれ、100%自信ないんですけど、これちょっと田舎っぽい日本語に聞こえるんですね。ちょっと田舎っぽい日本語だなと思います。そう、じゃあ、すごいと言っていますね。あの人はすごいです。で、最後に、あれや、本当に奇跡。神の見業さね。そう。で、言っておきますけど、ここのあれやとか、それやとか、じゃあ、それは、で、あれは、の、省略したバージョンですね。そりゃ、あれや、あれは。というわけで、あれは本当に奇跡。神の見業さ。じゃあ、ここの技は、前に出てきた奇跡の技、ミラクルテクニックかな。ミラクルテクニック、ミラクル能力。でも皆さん、この漢字も覚えていますかね？この漢字も
前回に出てきたことがあるんですよ。そう。この漢字は、なんか敬語のごとかおと同じでしたよね。例えば、ご飯、お寿司、お酒とか、この漢字で書くことができます。ここではおじゃなくてみと読みますけど、で、この漢字はやっぱり誰か偉い人とか神様とかの話をするとき使います。なんかプレフィックスとしてですね、プレフィックスとしてこうなんかつけることができるんですよ。そう。じゃあ、見業、つまりなんか素晴らしくて神様の技のことですね。そう。OK というわけで次のページ行きましょうか。OK、次のページ、ここね。こうしましょう。OK。じゃあ、この屋台の周りに座っている人たちが、なんか、コーネル様の説明をしましたよね。でも私たちの主人公の顔を見てください。あんまり聞いてない顔ですね、これ。で、屋台の人も、って聞いてねえの、坊主。って聞いてないよ。聞いてないんですね。と言っています。聞いてないんです。でも、ちょっと皆さん、ここ面白いことはあるんですけど、この漢字ね、なんか聞くはだいたいこの漢字で書きますね。これね、多分皆さん、これ、今のこのビデオを分かる人は、多分みんなこの漢字も勉強したことがあると思いますけど、じゃあこの漢字とこの漢字、もうちょっときれいに書きましょう。この漢字。本当は同じです。本当に。なんか僕はね、日本語を10年間勉強しているんですけど、この2つの違いは気づいたことないですよ。そう。多分全く同じだと思います。そう。じゃあ、聞いていない。聞いてないの。聞いてないな、坊主。ちなみに前のエピソードで言ってたかどうかちょっと覚えてないんですけど、坊主って、ちょっとお年を取った人の、なんかお年下の男の人に使う呼び方ですね、坊主。そう。今はあんまり使わないやつですよね。そう。皆さんすみません。もしなんか背景でバックグラウンドで何かうるさい音を聞こえる場合は、なんと猫じゃないんですよ。そう。今回は猫じゃなくてお隣さんです。お隣さんはね、何か、ハンマーで壁を打ってるかどうか、わかんないんですけど、聞こえるかい？ちょっと一旦ストップしましょうか。待ちましょう。よし、多分大丈夫です。お隣さん、ありがとうね。やめてくださって、ありがとうございます。というわけで、行きましょうか、皆さん。OK、ここまで行きましたね。なんか、この漢字と、この漢字は、本当に同じです。同じ。そう。じゃあ、この坊主ですね。私たちの主人公は、コーネル様の話聞いてなかったですね。聞いてね。宗教興味ないし。そう。宗教どうでもいい。興味ないし。と言ってるんですけど、で、2人は、じゃあ食べ終わって、ごちそうさん、じゃあ行くか。それじゃあ行くか。と言って、ごち。と言って、でもね、ここの鎧を着ている、鎧ってメタルの服ですね。メタルの服、鎧を着ている主人公がですね、ラジオ壊れました。そう。なんか、立とうとしていたんですけど、なんか、ここからね、ラジオが落ちたんですよ。そう。ラジオが落ちて壊れました。そう。で、もちろん屋台の人は、ダメみたいな顔してるんだけど、で、これを言いました。ちょっと困るな、お客さん。ちょっと待って、困りますよ。ラジオ壊しちゃって困りますよ。と言ってるんですけど、だいたいそんな格好で歩いてるから、そう。そんな格好、つまりそんな服ですね。鎧のことですね。そのメタルの服、鎧。じゃあ、鎧で歩いてるから、ラジオ壊しちゃうんだよ。と、屋台の人が言ってるんですね。そう。で、ここのプロタゴニストは、悪い悪い、悪い悪い。じゃあすみません、ごめんごめんとか、悪い悪い。すぐ直しますからね、ラジオ。でもね、直すからってどうやって直すんだみたいな言い方ですね。このラジオは、完全に壊れてしまいましたよね。なんか、全然ダメになりましたよね。
壊れてしまいましたから、いや、直すってどうやって直すんだみたいな顔。そう。でも、見てなって、見てなさい、見てくださいと言っています。見てなって。そう。で、ここで何かの、どうかな、何かの、文字じゃないんですけど、何かの形を、土に、地面に、書いたんですね。そう、何か変な形を書きましたけど、そこで、よし、そんじゃあ行きます。そんじゃってそれじゃのことですね。それもちょっと省略したバージョンですけど、それじゃ、そんじゃ行きますと言いました。で、大きい音を立てたんですね。ラジオがなんかボッという大きい音を立ちましたね。大きい音が立ちました。で、もちろん、ショックを受けましたね。なんだこれみたいな顔。で、次はここ。そう、見てください。これでいいかな？治ったんですね、ラジオが。その壊れてしまったラジオが元に戻ったんですね。そう、完全に治りました。で、これで大丈夫？これでいいかな？そう。で、屋台の人は、これは驚いた。これは驚いたんですね。びっくりした。あんた、奇跡の技が使えるのかいと言いました。そう。なんだそりゃ。なんだそれは。その奇跡の技。なんだそりゃ。そう。でも屋台の人からしてみれば、ここでここでやった魔法のトリック、は、そのコーネル様の奇跡の技と同じです。じゃあ、あなたたちは奇跡の技使えるの？使えるのかい？でもね、いや、なんだそれは。なんだそれは。で、ここから2人はちゃんと説明をしますけど、僕たち錬金術師ですよと鎧を着ている人が言ってるんですね。僕たち錬金術ですよ。錬金術師ですよ。アルケミストですね。アルケミスト。で、エルリック兄弟っていいや。そう。じゃあ、私たちはエルリック兄弟と言っています。エルリック兄弟ですと言っています。結構名が通ってるんだけどね。結構名が通ってるんだけどねと言ってるんですけど、つまり名が通る、有名と同じですね。なんかこの感じで書いてね。有名と同じです。じゃあエルリック兄弟はこの世界では結構有名と言っています。結構名が通っていると言っています。そう。なんかすみませんね、このなをちょっと思わず長い音にしてしまいましたね。なんかなが取ってるんですけどそれはもちろん間違ってますね。なが取ってると言いますけど、なぜかというと、僕は最近沖縄のアニメを見てて、で、その沖縄語でやっぱりこの音が長くなったりするからちょっと癖になっちまいましたね。そうなんか沖縄語をいっぱい聞いてて、ちょっと僕の日本語は沖縄化されたんですよごめんね。OK、続けますか。そう。じゃあ、要するに、2人は錬金術師ですよ。アルケミストですね。で、しかも、結構有名な、結構名が通っている、錬金術師ですね。じゃあ、神の技とか、そういうんじゃなくて、これは錬金術ですよ。アルケミーですよね。錬金術。そう。で、2人はそれ言ったら、で、隣に座っている人が、ちょっと噂を話し始めましたね。そう、見てください。エルリック兄弟だと？聞いたことがある。聞いたことあるぞ。兄の方が確か国家錬金術師の、そうです。兄の方、じゃあ兄ですね。兄は確かに国家錬金術師。国家というと国ですね。なんかここの国の、特別の錬金術師。そう、国家錬金術師の鋼の錬金術師、エドワード・エリック。そう。イエス。と言ったんですけどね。鋼の錬金術師ですね。フルメタル・アルケミスト。本当はスティールですね。スティール・アルケミストですけど、鋼の錬金術師ですね。エドワード・エリック。で、隣の人が、ちょっとこの人をなんか囲んで、で、ちょっと話をかけましたね。で、みんなが言っているのは、
いやー、あんたが噂の天才錬金術師。いやー、あなたがその噂で聞いたことがある天才錬金術師。なるほど。こんな鎧を着てるから、二つ名が鋼なのか。そう。こんな鎧、メタルの服ですね。こんな鎧を着ているから、二つ名が鋼なのか。二つ名はなんかあだ名、ニックネームと同じですよね。じゃあ、鎧があるから、鋼と言ってます。鋼の錬金術師。そう。でも本当はね、僕じゃなくて、なんか僕は鋼の錬金術師じゃないんですよ。と言ってますね。なんか、僕じゃなくて、え、あっちのちっこいのじゃあ、あなたじゃなかったら、あそこの小さい人、あそこの背が低い人、あっちのちっこいの。そう。ちっこいはなんか、小さいと同じですけど、もうちょっとカジュアルにした感じですね。小さいと同じちっこい。で、そう、エドワードがそれを聞いたら、結構怒りました。結構というか、すごく怒りましたね。なんか、誰が豆粒どちびかと叫んで怒りましたね。誰が豆粒どちび。そう。なんか豆粒、つまり小さいものですね。ちび。ちびもなんか小さい人のことですね。でも、ちっこいと豆粒どちび。ほら、ちょっとイメージが違いますよね。なんか雰囲気が違います。なんかちっこいはなんか可愛い言い方ですね。なんか小さくて可愛いみたいなやつ。でも、豆粒どちび。なんかちょっと悪口みたいですね、これ。ちょっと悪口みたい。じゃあ、誰が豆粒どちびかと言って、で、人たちは、いや、そこまでは言ってね、そこまでは言ってね、ただ、ちっこいと言いましただけ、落ち着いてください。そこまでは言ってない。そこまでは言ってね、と言ったんですけど、そう。で、この怒っているエドワードが説明してるんですけど、そこはエドワードじゃなくてね、この鎧を着ている兄弟、僕は弟のアルフォンス・エリックです。と言っています。僕は弟のアルフォンス・エリックです。で、ここはエドワードですね。俺が鋼の錬金術師エドワード・エリックと怒りながら書き出したんですね。俺が鋼の錬金術師エドワード・エリック。そう。で皆様なんか、失礼します。ごめんなさい。失礼しました。失礼しました。ごめんなさい。とか言ってましたね。OK。そう。じゃあもうちょっと読みますかね。OK。もう一つのシーン行きましょうか。見てください。ここから新しいキャラクターが登場しますね。こんにちは、おじさん。あら、今日はなんだか賑やかですね。賑やかね。そう。じゃあ今日はなんかこの屋台は賑やかですね。そう。おお、いらっしゃい、ロゼ。と屋台の人が言ったんですね。いらっしゃいませ、いらっしゃい、ロゼ。と言った。つまり、ここの新しく登場したキャラクターはロゼと言いますね。で、屋台の人とロゼちゃんは今話をします。今日も教会に行きますかと言っています。そう。教会ってもし知らない人がいれば、教会ってね、ここです。ここは教会ですね。このところ、教会と言います。じゃあ今日も教会に行きますか？お供え物を。そう。じゃあ、ロゼさんは、ロゼちゃんさんロゼちゃんは、今日はちょっと、お供え物をしたいから、教会に行きます。供え物はね、なんか、神様にあげるプレゼントのことですね。神様にあげる、お金とか他のプレゼントとか、それはお供え物と言います。で、動詞ですけど、なんか、神様にあげるは備えると言います。そう。でも、お供え物はそのプレゼントのこと。じゃあ、それを言って、いつものお願い。じゃあ、いつものご注文をお願いします。と、屋台の人に言いました。よし、というわけで次ですね。次はロゼちゃんは、なんか、エドワードとアルフォンスに話しました。あら、見慣れない方が、そう、見慣れない方が、じゃあ、なんか知らない人がいます。知らない人ですね。見慣れない方ですね。そう。で、屋台の人が説明しているんですけど、錬金術師さんだとよ。じゃあ、2人は錬金術師だと言いました。探し物してるそうだ。
探し物をしていると、エドワードが前に言ってましたね。覚えていますかね？エドワードがなんか、じゃあ、どうしてここにいる？いやー、ちょっと探し物ね。エドワードにはちょっと探し物があります。じゃあ、錬金術師でちょっと探し物をしているそうです。ここのそうはですね、なんか多分という意味ですね。じゃあ、この人はなんか100%にわからないんですね。この2人の目的は100%に確実にわからないんですけど、でも、エドワードがそう言った、なんか探し物をしていますよとエドワードが言ったから、探し物してるそうだと言っています。よし、次行きますか。次はここです。探し物見つかるといいですね。じゃあ、本当はね、なんか意味のなくて、ただの、どうかな、ただの敬語みたいな言い方ですね。じゃあ、探し物見つかるといいですね。じゃあ、なんか、頑張ってくださいみたいな意味ですね。探し物を見つけるのは、頑張ってくださいと言ってます。見つかるといいですね。レトシンの、ご加護がありますようにと言いました。レトシンはもちろんこのエリアの、太陽の神様ですね。じゃあ、コーネル様はですね、確かにレトシンの代理人でしたよね。じゃあ、レトシンのご加護です。加護はなんか神のお守り、神のプロテクションのことですね。で、ここの語は前に説明していた敬語のこと。じゃあどうですかね。なんか、神様のプロテクションがありますように祈りますと言っていました。OK？ で、最後に、ロゼもすっかり歩くなったな。じゃあ、ロゼさんですね。この人も、やっぱり明るくなりましたね。なんか元気になりました。ハッピーになりました。と言ってます。これも教師様のおかげだ。ちなみにこれはね、多分、隣にいる人が話してると思います。なんか、エドワードとかアルフォンスとか、屋台の人じゃなくて、やっぱり隣の人ですね。なんか、ロゼもすっかり明るくなった。じゃあ、元気になりましたね。これも教師様、コーネロ教師様のおかげですね。と言ってるんです。OK。じゃあ、ここまでにしますかね。ちょっと待って、皆さん、お隣さん、アクシデントがありましたから、ちょっと、どれぐらい、このビデオはね、どれぐらいかかってるか、ちょっとわかんないから、ちょっとチェックしてから、読むかどうか決めましょうか。ちょっと待ってくださいね。やば、22分超えてる。じゃあ、そろそろ終わりにしないとですね。今日はここまでにしますね。というわけで、復習しましょう。すいませんね、なんかそのお隣さんのアクシデントで、やっぱり時間がなんか、どうかな、時間が感じなくなっちゃったね。じゃあというわけで、ちょっと最初からいきますね。最初から、復習いきましょう。OK、こうしましょう。OK、じゃあ隣に座っている人たちが、ちょっと、コーネロ教師様について説明しましたね。奇跡の技の、レト教師様だ。コーネロさんはですね。ミラクルのテクニック、奇跡の技の宗教の王様です。数年前にこの町に現れて、俺たちに神の道を説いてくださった。説明してくれました。説明してくれました。素晴らしい方さ、素晴らしい人です。それはもうすごいどうですかね。すごいなじゃなくて、すごいの、これむずいわね。マジで難しいわ。OK。で、あれは本当に、奇跡。あれは本当に奇跡。神の見業さね。神様の能力、テクニックと言ってるんですね。OK。次のページには、これ。じゃあ次のページで、聞いてねえな、坊主。聞いてないね。この漢字ね、ちょっと説明しましたけど、この漢字とこの漢字は同じです。宗教に興味ないし、宗教に興味がないから聞いてないと言ってます。ごちそうさん、じゃあ、食事全部終わって、全部食べて、ごちそうさま、ごちそうさん、じゃあ行くね。こっち。でも、立とうとしていた時に、ラジオを壊してしまいましたね。この鎧を着ているアルフォンス。ちょっと困るな、お客さん。困りますよ、お客さん。だいたいそんな格好で歩いてるから。
だいたい鎧を着てるから、鎧を着て歩いてるから、ラジオとか壊したりしますよ。と屋台の人が言ってるんですね。でも、エドワードが、悪い悪い、ごめんごめん、すぐ直すから。いやー、直すからってどうやって直すの？見てなって、見てください。そう。で、アルフォンスがなんか地面に何かの形を描きますね。そう、形を描いて、よしと言って、そんじゃ行きます。そんじゃ行きます。行きましょう。と言って、大きい音が立ったんですね。そう、うわ、何これみたいな顔ね。何これ。で、ラジオが治ったんですね。ラジオが、完全に治ったから、屋台の人は、何これみたいな。これでいいかな？これで大丈夫？そう。こりゃ驚いた。あんたたち、神の技が使えるのかい？そう、この奇跡の技、ミラクルのテクニック使えるのかい？なんだそりゃ、なんだそれ。そう。で、アルフォンスが説明してくれましたけど、僕たち錬金術師ですよ。アルケミスト、錬金術師ですよ。で、エドワードは、エルリック兄弟といいや、結構名が通ってるんだけど、結構有名なエルリック兄弟ですね、と言ってる。で、隣の人が話し始めたんですね。エルリック兄弟だと？聞いたことあるぞ。兄の方が確か国家錬金術師の鋼の錬金術師エドワード・エリックイエスと言ってます。でも周りの人がじゃあエドワードがこの人だと思ってたんですね。そう本当はエドワードはここですけど、みんながエドワードがここだと思ってたんですね。いやー、あんたが噂の天才錬金術師、あんたが噂で聞いた天才錬金術師、なるほど、こんな鎧を着てるから、二つ名が鋼なのか。そう、鎧を着ているからニックネームが鋼ということ。でも本当はね、僕じゃなくて、えじゃあ鋼の錬金術師はあっちのちっこいの？あっちの小さいの？で、エドワードが結構怒って、誰が豆粒どちびか。みんなは、すみません、そこまでは言ってね、そこまでは言ってないと言ってます。OK。で、ここからちゃんと、自己紹介をしましたね。僕は弟のアルフォンス・エリックです。で、俺が鋼の錬金術師エドワード・エリックを誇りながら言ってたんですね。で、みんなが、失礼しました。すみません。申し訳ないです。失礼しました。で、最後にこのページも復習しよう。こんにちは、おじさん。あら、今日はなんだか賑やかですね。屋台がなんだか賑やかですね。いらっしゃい、ロゼ。じゃあ、ロゼちゃんは今日も教会に行きますか？供え物を、神様にプレゼントをあげる、供え物をあげるんですよ。と言います。あら、見慣れない方だ。見慣れない方が。なんか見たことのない人たちですね。で、屋台の人が説明しましたけど、あいつらは錬金術師さんだと言いましたね。なんかあの人たちはね、探し物してるそうだ。してるそう。じゃあ多分、聞いたことあるんですけど、わかんないんですけど、多分、探し物してると言ってます。探し物見つかるといいですね。じゃあ、頑張ってくださいというフレーズですね。レと神のご加護がありますように。じゃあ、レと神様の、プロテクションがありますように言っています。で、周りの人、隣に座っている人が、ロゼちゃんの話をします。ロゼもすっかり明るくなったな。じゃあ、元気とかハッピー、になったんですね。これも教師様のおかげだ。これも、コーネロ教師様のおかげです。コーネロ教師様がいるから、ロゼちゃんは明るくなったと言っています。OK、皆さん。というわけで今日はこれで終わりにしますね。なんか今日のエピソードちょっとバラバラな気がしますけど、それはお隣さんのアクシデントのせいですかね。はい。じゃあ、最後まで見てくれて本当にありがとうございました。で、
チャンネルをサポート、してくださる、サポーターズたちにも本当にありがとうございます。皆さんもしパトレオンになりたかったら下にはパトレオンのリンクがありますけど、他にもパトレオンだけじゃなくてなんか僕のディスコードとかSNS とかでバイミーコーヒーというサイトのリンクも概要欄に入ってますのでぜひチェックしてください。というわけでお疲れ様です。ありがとうございました。また今度のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。